今日はリスボン絶景スポットのエレベーター、サンジェルジェ城やユーラシア大陸の最西端のロカ岬に行ってきます。皆さんこんにちは。猛烈会社員を辞めて旅に出ている猫旅です。今1ヶ月間のヨーロッパの一人旅に出ています。ヨーロッパの各都市を紹介する動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日はまずホテルからすぐの絶景スポットサンタジュスタのリフトに乗りたいと思います。高低差のある2つのエリアを結ぶため1902年に建てられた公共交通機関です。入るとすぐにチケットの機械があるのでスキャンします。料金は往復5ユーロで、リスボアカードや電車のワンデーパスを使って乗ることができます。リスボンには7つの丘があると言われており、このような高低差のある場所がとても多いんですね。街中にも絶景スポットがいくつかあり、このエレベーターをはじめ素晴らしい景色が楽しめるそうです。1分ほどの乗車で頂上に到着しました。まず南側の絶景はこんな感じです。リスボンの特徴のこのオレンジ屋根とその先に広がるテージョ川のコントラストがとっても綺麗です。こちらの北から東にかけてはロシオ広場やリスボン中心部の街並み、そしてあちらの山の頂上に位置するサンジェルジェ城を見ることができます。このサンジェルジェ城はこの後登ってみたいと思います。あちらから見る街の景色もすごそうです。別のエリアにつながる陸橋を渡るとエレベーターの外観を見下ろすことができます。やはりかなり高さがありますね。この後はさっき見えたサンジェルジェ城に向かって坂を登っていきます。エレベーターのあった場所からは歩いて15分ほどです。なだらかなのですが、この坂道がずっと続くので結構足も疲れます。上まで行ける公共のバスもあるみたいなので、それを利用するのもありかと思います。この城壁の先が入り口です。入り口の前にクジャクがいます。こんなに普通にいるもんなんですね。入るとすぐに広場兼展望台のような場所が現れます。サンジェルジェ城は古代ローマ時代に要塞として建築されたのが起源だそうで、その後イスラム教やキリスト教の支配を受け、14世紀から16世紀にかけては歴代ポルトガル王の王宮として使われていたそうです。広場の先の展望台からの眺めです。こちらもテージョ川とオレンジ屋根がとっても綺麗です。同じ広場の中での少し別の角度からの景色です。空の青さと雲の立体感、オレンジ屋根とのコントラスト、まさに絶景です。もともと要塞だったこともあり、ところどころこのような砲台なども見ることができます。こちらが先ほどまでいた町の中心部の景色です。いかがでしょうか。川を過ぎて海の方まで広がるオレンジ屋根がとっても美しいですね。まさにジブリに出てきそうな景色だなと思います。ここからは城壁の中を探索してみたいと思いますが、なんとこの城壁の上にクジャクが3羽並んでこちらを見下ろしてきてます。堂々たる姿です。よく見たら左にメスも1羽います。クジャクがいたところに登ってきたら早速親子がいます。壁の下から見たクジャクがこちらです。ズーム機能を使いつつすごく近くで見れて感激です。クジャクがもともとすごい好きっていうわけじゃないのですが、日本で野生のクジャクなんて見たことないし、だいたい動物園で檻の中に 1,2 羽いるっていう感じなので、こんなにたくさん、しかも生で見ることができてとっても感動しています。こちらに目を向けるともはやレア度が激減するぐらいたくさんいます。そしてなんと見てください、羽を広げています。広げている時のお尻の側はこういう感じになってるんですね。後ろの毛をもさもさし始めました。一体何に対しての何のアピールなのでしょうか。
びっくりしてるみたいですね。手前にいる2羽がメスなのかな、ちょっとわからないですが、とても珍しいものを激写できた気分です。全くもっても珍しさを感じないくらい周りにうようよクジャクがいます。座ってるクジャクも可愛いですね。歩いてたら猫もいました。黒猫、可愛いです。クジャクやら猫やらで、あなたは一体何を見に来たんですかっていう感じなので、そろそろおとなしくお城を見に行きたいと思います。城壁の中に入っていきたいと思います。ここを抜けると中は開けた場所があります。砲台の展示などがあり、周りはぐるりと城壁に囲まれています。上に登っていきたいと思います。階段を登った先の城壁の上はこんな感じです。思ったより広いですね。城壁から見下ろす景色はこんな感じです。町と反対側の方角で、この木々は入ってすぐの広場ですね。さっきとまた景色が違って緑と川が映えてますね。城壁を歩いてて見つけたのですが、20分に1回このサンジェルジェ城から見える景色を解説してくれるガイドがあるそうです。ポルトガル語と英語、スペイン語で解説されていて、次が英語の回なのでちょっと参加してみようと思います。この階段を登っていきます。定員は15名ぐらいで締め切ってました。中央の円形のスクリーンを使うみたいです。スクリーンに今の街の様子を映しながら、ガイドの方が建物やその歴史などの解説をしてくれるガイドのようです。後で調べたらカメラオブスキュラといって、暗い部屋の中にこちらの小さな穴を通して外の景色が映し出されるという原理だそうです。なので今映し出されている映像はまさにライブカメラ映像で、人が集まってますねとか、ここは地震で1回崩れて再建されたエリアですなど、東西南北の景色に合わせて解説をしてくれます。この映し出す原理自体はよくわからなかったんですが、内容としてはとっても楽しいガイドでした。最後に城壁からの景色です。本当に綺麗です。坂を下って町に戻ります。街中を練って進むこういう有名な路面電車のトラム28番に乗りたかったのですが、見てください、またもや行列。これも何時間待つかわからないので、ちょっとトラムは諦めます。リスボンは本当にどこも混んでますね。小腹が空いてきたのでパン屋さんに寄ってます。エッグタルトがダントツに美味しそうで、結局こちらを買いました。近くの広場で鳩に狙われながら急いで食べました。食べてる間にちょっと検索して、まだ今日時間もあるので少しリスボンから離れた場所に足を伸ばすことにしました。ロシオ広場の横にあるロシオ駅から電車に乗ります。改札を入るとこんな感じの超レトロで味がある電光掲示板があるので、行き先と時間を確認して電車に乗り込みます。今向かっているのはこちら、ユーラシア大陸最西端の地、ロカ岬です。街は人が多すぎるので、ちょっと離れて人がいないところに行きたいなと思って急遽ですが行くことにしました。ロカ岬までは電車とバスを乗り継いでいきます。途中のシントラ駅まで電車で40分、シントラ駅からバスに乗り換えて、そこから1時間ほど乗車でロカ岬に着きます。シントラ駅に到着しました。実はですね、電車も激混みで、おそらく同じようなことを考えて遠出をする人が多いのかなと思いました。車内はこんな感じでした。シントラ駅から出てきました。ここも観光客でごった返しています。ロカ岬までのバス停を探しています。バス停を見つけてずっと待ってるのですが、そのようならしきバスが全く来ません。駅前の道が一本道なので、この混雑も相まって遅延しまくってるみたいです。到着予定時刻から20分待っても来なかったので、もう Uber に乗ることにしました。バスだと停留所があるので1時間ですが、 Uber だと30分、価格は13ユーロで、距離にしてはそこまで高いってわけじゃないので、逆に良かったかもしれません。とっても快適です。だんだん海に近づいてきました。ロカ岬に到着しました。
この白い建物はトイレや売店のようです。あのモニュメントの先が最西端のポイントみたいなので歩いて進んでいきます。モニュメントの近くまでやってきました。ポルトガルの詩人ルイス・デ・カモンイスのここに地果て海始まるという一節が刻まれています。ではいよいよこちらがユーラシア大陸最西端ロカ岬からの景色です。広い空、青々とした大西洋の大海原、一見するとただの海じゃんって感じなのですが、この先を行けばアメリカ大陸があって、当時は航海士たちが夢を見てこの海に旅立っていったと考えると、なんだかロマンを感じますよね。下を覗くと140メートルもの断崖絶壁になっており、打ちつける波やそのしぶきはとても迫力があります。岬の周辺は海岸線沿いを歩けるこんな遊歩道や、ぐるりと一周すると開けた景色が広がっています。トレッキングを楽しんでいる人もいました。そして実はこのロカ岬、ユーラシアプレートの東の端にある千葉県銚子市の犬吠埼と姉妹岬提携をしているそうです。急に親近感が湧いてきますね。ロカ岬堪能したので、そろそろ新虎駅に向かいます。ちょうどよくバスが来たので、こちらに乗って戻ります。行きのバスが来なかった理由は分かりませんが、帰りはスムーズに乗れてよかったです。新虎駅で電車の切符を購入してリスボンに戻っていきます。先ほど乗ったロシオ駅まで戻ってきました。電車の中の治安ですが、行きも帰りも観光客の方が多く、特に危険を感じることはなかったです。それではディナーのレストランを探します。はい、乾杯。どうしてもここで食べたいものがあり、ホテル近くのポルトガル料理店に入りました。注文したのはこちら、バカリャウといって巨大なタラのソテーです。付け合わせの野菜も含めてものすごい量でした。中身がギュッと詰まっててとっても美味しかったです。この後はホテルに戻ります。サンタジュスタのエレベーター、サンジェルジェ城、そしてユーラシア大陸最西端のロカ岬、いかがでしたでしょうか。ロカ岬は急遽のプランでしたが大満足でした。明日はタイルの博物館に朝ちょこっと行って、リスボンからジュネーブに向けて出発します。いいねボタンやコメント、チャンネル登録いただけたら嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。